私は普通の人生を歩んでいければそれでよかった。多くは望まないから、温かい家庭を築きたかった。その夢を叶えるため、同級生の夫と結婚。たくさんの人に祝ってもらった。結婚したら普通に子供が生まれて、普通に育児をしていくものだと思っていた。だけど、現実は全然違っていた。私は頑固な不妊だった。義母や義妹の冷たい視線が心に刺さる。その上、年下の義妹が先に妊娠してしまう。辛い気持ちを押し殺して、妊婦となった義妹に親切にしようとしてきたが、度重なる義妹のマウントに限界が訪れる。それは義妹が里帰りを決行した時のこと。私は離婚を覚悟で義実家を飛び出そうとするのだが、想像を超える展開が私を待っていた。私の名前は幸恵。高校時代の同級生だった浩二と結婚し、義実家に同居している。夫は田舎の長男。そのため私たちは盛大な結婚式を挙げてもらった。たくさんの人に祝福され幸せいっぱいだった。だけれど人生は思い通りにいかないものだとすぐに思い知らされる。ねえ、まだなの？同居する義母の冷たい視線が心に刺さる。すみません。私たち夫婦は結婚当初から子供を望んでいるが、今もコウノトリは来てくれない。そう、私たちはいわゆる不妊夫婦だった。どうしても子供が欲しい私は結婚後1年で病院に行った。検査の結果、原因は私にあった。それ以来、義母の言葉はさらにきついものに変わった。最初に検査してから結婚させるべきだったわ。あんたが嫁じゃなければ、私もとっくにばあばになれたのに。こんな時、私は体を小さくして、時が過ぎ去るのを待つことしかできなかった。浩二は、母さんがきついことを言ってごめんな。と謝ってくれるが、不妊の原因が私であることは事実。義母の言葉を思い返すと、申し訳なさで胸が苦しくなった。唯一気持ちが楽になるのは仕事の時間だけ。頑張れば成果も目に見えるし、人に認めてもらえる。けれど、主婦でもある私は残業ばかりするわけにもいかない。ここ最近では定時が近づくと動悸がしてくるありさまだった。特に私を憂鬱にさせたのは義妹の存在だった。結婚当時、義妹はまだ高校生。一人っ子の私は可愛らしい妹ができたと喜んでいたのだが、この義妹、なかなかのくせ者だったのだ。幸恵さんって地味だよね。結婚の挨拶に行った時、会って早々言われた一言は今でも忘れられない。私が不妊であると分かった頃から、義妹は義母と一緒に私への文句で盛り上がるようになっていた。長男の嫁なのに、子供も産めないなんて、ほんと、役立たずだわ。義母が文句を言うと、義妹は負けないくらいの言葉で義母に寄り添う。だよね。私だったらこの家に入れない。地味な人って意外とずぶといんだよね。二人は私が台所で夕飯の支度をしているとき、聞こえよがしに大声で話すのが日課だった。それも、浩二が仕事でいないときを見計らって。この屈辱的な日々に耐え続け、1年が経った頃、義妹は大学に進学するために都内に引っ越していった。田舎育ちの義妹にとって都会は楽しかったようだ。あれほど意気投合し、仲の良かった義母にすら連絡一つよこさず、お盆や正月にも帰ってこなくなった。義父は浩二が若い頃に他界していたので、義母にとって義妹は長らく良き話し相手だった。私とは不妊がきっかけで折り合いが悪かったし、浩二は仕事で不在がち。義妹がいなくなってからの義母は寂しそうに背中を丸めていることが多くなった。そんなある日、義母が体調を崩した。義母が真っ先に頼ったのは同居する嫁ではなく、遠くに暮らす義妹だった。
弱々しく電話をかけ、帰ってきてほしいと懇願した。だが、はぁ？私忙しいんだけど。でも、本当に苦しくて。義母は必死に食い下がっていた。そっちには幸恵さんがいるじゃん。こなしの暇人なんだから、幸恵さんに頼みなって。義妹は一方的に電話を切った。スマホのスピーカーから聞こえてくる冷たい音に義母は絶句していた。すべてを聞いていた私は義母にかける言葉が見つからなかった。できることといえば、そっと手を差し伸べることだけ。病院に行きましょう。この時ばかりは義母も嫌味を封印し、私の手を取った。幸い義母の体調不良は初期の病気が原因だったので、1ヶ月ほどの治療で寛解した。義妹にもそのことを伝えたが、あ、そう。と、興味もない様子だった。それより彼氏の話聞いてよ。それ以降は、自分にできたハイスペックな彼氏の自慢話が10分以上続いた。最後まで義母の様子について聞かれることはなく、いたたまれない気持ちになった。大学に進学して以来、初めて義妹が帰ってきたのは、卒業を間近に控えた頃。お祝い金たくさん出してよね。義妹は開口一番そう言い放った。結局義妹は大学を卒業すると同時に、例のハイスペックな彼氏と結婚し、専業主婦になることを決めていたようだ。就職活動すらすることなく、専業主婦になると言い出した義妹に、義母は唖然としていた。せっかく遠くの大学にまで行ったのに、就職もしないの？義母の思いはもっともだ。だけど、義妹はケラケラと笑っていった。何言ってるの？代わりにいいところに永久就職したじゃん。あ、それと、結婚式の費用はどのくらい出せる？お父さんが残してくれたお金は、あんたの学費に充てたし、もう何も出せないわよ。義母が苦しそうに言うと、義妹は鼻で笑った。マジ？役立たずじゃん。こんな家で恥ずかしいんだけど。旦那様がお金持ちだからまあいいけどさ。義母は何も言い返せず、唇を噛んだ。義妹はウェディングハイなのか、暴走が止まらない。もしかしたら、私の方が先にママになっちゃうかも。そしたらごめんね。まさかそんなことを謝られるとは思っておらず、困惑していると、義妹はニタニタしながら続けた。てか結婚して5年くらい？マジで不倫なんだね。で、いつまでこの家にいるつもりなの？え？久しぶりに帰ってきたのは、わざわざそんなことを言うため？甲高い義妹の声が響く中、私は息を殺して時間が過ぎ去るのを待つしかなかった。結局、義妹は浩二が帰ってくるまでずっとこの調子だった。そして、最も恐れていたことが起きてしまう。義妹が結婚してわずか3ヶ月後、彼女は言葉通り妊娠した。ただいまー。専業主婦で暇だからだろう。義妹はこれまで全く帰ってこなかったのが嘘のように、ほぼ毎週帰ってくるようになった。身重には家事がきつくて。幸恵さん、今日も夕飯の準備よろしく。私が恥をかかないように、ちゃんと豪華なメニューにしてよ。ここ最近、義妹は私に夕飯を作らせて、自分の家に持ち帰り、自分が作ったことにして、夫に食べさせているのだ。はぁ、不倫の幸恵さんは身軽で自由でいいよね。まあ、感謝の一言も言えない義妹にうんざりしつつ、義母の手前、苦笑いするしかない。でも、どんなにきつくても、お腹に赤ちゃんいるってすごく幸せなの。そう。毎回、義妹は私の心を踏みにじる。愛おしそうにお腹を撫でる仕草。私が憧れ続けている情景だ。お母さんも私を産んでよかったね。これで近所に孫自慢できるじゃん。そうね。この辺りはまだまだ田舎で、
義母の年代の人なら、孫自慢が会話の中心だった。結婚したばかりの頃は、よくそのことで文句を言われたものだ。その時のことを思い出すと、心が苦しくなり、私はその場から逃げ出してしまった。私だって早く妊娠したいのに。それから数ヶ月後、義妹が妊娠した時から嫌な予感はしていた。私、里帰りすることにしたから。無事に安定期に入った義妹は、大きくなったお腹をさすりながら言った。幸恵さん暇でしょ？私の面倒よろしくね。家事も仕事もあって、暇なわけではないのだが。出産するまでは適度に運動した方がいいみたいよ。掃除とかしてくれたら助かるけど。試しに行ってみたが、義妹は仁王立ちで私を睨みつけた。何言ってんの？私は妊婦。何かあったらどうしてくれるわけ？不妊のあんたにはわからないだろうけど、お腹で赤ちゃん育てるのってすっごくしんどいんだから。ごめんなさい。そう言われてしまえば、私に言い返す言葉はない。義妹の里帰りが今から憂鬱で仕方なかった。工事にも相談したが、里帰りを断るのは難しいと言われてしまった。義母は初孫を楽しみにしているし、初めての出産なら女手がいる実家の方がいいに決まってる。大きなお腹を見せつけるように歩く義妹を見るたびに、本当は涙が溢れてくるほど辛い。でも、結局、帰ってこないで、とは言えなかった。いよいよ妊娠後期が近づき、義妹は里帰りの準備を始めた。義妹と生まれてくる赤ちゃんのために、私が部屋をくまなく掃除した。義妹はその部屋を赤ちゃん仕様に飾り付け、ベビーベッドやメリーを買い込んだ。完成した部屋は本当に可愛かった。だけど、同時に切ない気持ちになった。すると、義妹が囁いた。いいでしょう。羨ましいでしょう。え？かわいそうな幸恵さんには、赤ちゃんの世話、たっぷりさせてあげるからね。ぞっとした。なぜこんな残酷な言い方しかできないのだろう。別に結構よ。強がりだとバレているだろうけど、私は必死で取り繕った。その夜、浩二はそっと頭を撫でてくれた。我慢させてごめん。あいつが帰るまでの辛抱だから。悔しいけれど、義妹が義母にとっての初孫を産むのは事実。義妹は私が5年経っても叶えてあげられないことをいいとやってのける。で、いつまでこの家にいるつもりなの？義妹の言葉が蘇る。本当はこの家にいらないのは私の方なのだろう。私が不妊じゃなければ、今頃義妹に先輩ママとしていろいろアドバイスしていたかもしれない。生まれてくるいとこを心から楽しみにできたかもしれない。同じ母親同士ならもっと仲良くできたかもしれない。すべて夢の話だけど、それでありたかった。でも、それは叶わない夢だから。せめて、心だけは綺麗なままでいよう。私はそう、心に決めた。悲しい気持ちも、悔しい気持ちも封印して、義妹と生まれてくる赤ちゃんを大切にする。せいぜい半年くらいの話だもの。自分の気持ちを奮い立たせ、私は笑顔で義妹を迎え入れた。里帰りしてきた義妹は、一日中ゴロゴロして何一つしなかった。私は妊婦なんだから。それが彼女の口癖だった。夕飯時、私は仕事から帰って大急ぎで夕飯の支度をする。義母と義妹は前のようによく話していたが、私は親子の会話に無理に入る気はなかった。自分が傷つくのは目に見えている。静かに空気のように座って、浩二の帰りを待つばかりだった。だが、義妹はどうしても私を空気にしてくれないようだ。もうすぐ生まれるな。ねえ、幸恵さん、陣痛って痛いかな？そんなの、私にわかるわけない。私が黙っていると、義妹は、不妊の幸恵さんにはわからないだろうけど。と
付け加える。これがいつものパターンになってしまった。最初のうちはいつものことだと受け流せていた。愛想笑いを浮かべ、そうだね、と答えるだけでいい。だけど、毎日毎日積み重ねられた心の痛みは、もう限界に達していた。心が壊れたのは一瞬の出来事だった。その日も、いつものように義妹は言った。老後も楽しみだな。子供がいれば孫も生まれるだろうし。あ、幸恵さんみたいな不妊と結婚したら人生終わりだけど。この日は、どうしても、そうだね、が言えなかった。私の人生は終わりなの？コウジが不倫の私と結婚したせいで、コウジや義母の人生まで終わりなの？気づいたら、私は大きな声を出していた。いい加減にしてよ！私だって好きで不妊なわけじゃないの！これまでこんなに感情が爆発したことはない。ところが義妹は、ひるむどころか、応戦してきた。は？好きとか嫌いとか関係ないから。事実、あんたは不妊でしょ？すぐに妊娠できたあなたにはわからないだろうけど、一生懸命治療だってしてるのよ。これ以上、義妹の話に乗るべきじゃない。話せば話すほど、惨めになって傷つくのは自分。頭では分かっていたのに、この日は引っ込みがつかなかった。治療の話をした途端、義妹は嬉しそうな笑顔を浮かべた。マジ？ 5 年も治療してもダメってこと？なんでそんなに嬉しそうなの？私を見下して楽しい。自然と悔しさで涙がこぼれた。泣くとか。私が取り乱すのが楽しいのか、義妹のテンションは高まるばかり。てかさ、同じ家に子供を産めない女がいたら何かされそうで怖いんですけど。義妹がこの家に戻ってくると決めたとき、私は決意していた。悲しい気持ちも悔しい気持ちも封印して、義妹と生まれてくる赤ちゃんを大切にする。なのに、こんなことまで言われるなんて。プツン。私の中で何かが切れる音がして、私は急激に冷静になった。もう無理。私はこの家にいられません。私は静かにそう言って立ち上がった。すると義妹は鬼の首を取ったかのように声を張り上げた。ちょうどよかった。子供も産めない女に価値なんてないんだから、さっさと出て行って。義妹の顔なんてもう見たくもない。コウジには後で謝っておこう。私は離婚も覚悟で家を出るつもりだった。ところが、思いもよらない出来事が起きた。私が義実家を飛び出そうとしたとき、義母が私の肩を掴んだ。待ちなさい。え？これに驚いたのは私だけではない。一番驚いたのは義妹だった。ちょっとお母さん、どうしたのよ。こんな不妊嫁、さっさと追い出して、別のお嫁さんをもらった方がいいじゃない。義母は大きく息を吸って、義妹を見つめ返した。そして、こう言ったのだ。帰って一人で産め。義妹は、義母が言った一言を理解できないのか、一瞬にして動きが止まった。は？ようやく絞り出した言葉は、それだけだった。聞こえなかった？帰れって言ったの。義母はいくらか冷静さを取り戻していった。なんで？私里帰り出産するって言ったじゃん。義妹はまだ動揺を隠しきれない。あんたはもう嫁いだ身でしょ？だったら怖い思いをしてまで、この家で産む必要ないでしょ。お金持ちの旦那様の家で産みなさい。義母は義妹を部屋から追い出すようににじり寄った。ちょっと待ってよ。それに、こんな家で恥ずかしいのよね。それは。義妹は迫る義母に押されていたが、思いついたように言い返した。ねえお母さんどうしちゃったの？幸恵さんが嫁で嫌だったんじゃないの？自分の名前が飛び出したことで、私は我に返った。確かに、以前の義母は、私を追い出したがっていたはずだ。そうね。
昔の私はバカだったのね。義母はしばらく下を向いていたが、ようやく私の方を見ていった。あんたが嫁じゃなければ、なんて、ひどいことを言ってごめんなさいね。予想外の一言に、私は言葉を失ってしまった。義母が私に謝るなんて考えられない展開だった。義母は手早く義妹の荷物をまとめながら、これまで考えてきたことを打ち明けてくれた。あの時、義母が病気になった時、義母は最初、義妹を頼った。ところが、義妹はただの一度もお見舞いに来なかった。本当はあの時、謝って感謝するべきだったのに、なかなか素直になれなくて。義母はあの病気を経て、身をもって思い知った。誰もが病気や不妊になんてなりたくないけど、避けられないことはある。私の不妊を義母はとっくに受け入れていたのだ。初孫は嬉しかったし、妊娠中に余計なストレスを与えて、悲しい結果なんて見たくなかったから黙ってたけど。義母はとっくの昔に義妹の目に余る態度に気がついていた。ただ、妊婦である義妹にきついことを言えなかっただけ。もう今ならいつ生まれてもおかしくないわけだし、遠慮しないことにしたのよ。話しながら義母は手早くまとめた荷物を義妹に押し付けた。さあ、出口はすぐそこよ。本気？こんな状態で追い出しておいて、旦那を呼べって言うの？すると、出口となるドアを開けて、仕事帰りの浩二が姿を現した。話は聞こえてたよ。俺が送ってやる。お兄ちゃんまで、やってたかって私をいじめるの？浩二はため息をついた。いじめてきたのはお前だろう。幸恵は、お前と赤ちゃんを迎え入れようと、努力してきたのに。浩二は控えめだけど、いつも私をちゃんと見守ってくれていた。お母さん、本当に私を追い出していいの？後で後悔するわよ。義妹は最後の抵抗を見せた。後悔？義母は義妹の言葉を鼻で笑った。あんたこそ、私たちの助けなしで大丈夫？謝るなら今のうちよ。義妹はどうしても素直になれず、そのまま浩二に旦那が待つ家へと送られていった。それから嘘のように平和な日々が戻ってきた。ストレスも良くないって言うでしょ。のんびり行きましょう。はい。義母は優しい眼差しを私に向けてくれた。それが何より嬉しかった。義妹はその後、意地を張ったまま、里帰りすることなく出産。育児の想像以上の大変さにノイローゼになってしまったらしい。もともと誰かのために我慢したり、思いやったりすることができない義妹のことだ。想像はつく。ついには赤ちゃんを残して遊び歩くようになったそうで、突然、義妹の旦那が赤ちゃんを連れて家にやってきた。赤ちゃんを預かってもらえませんか？あいつに子育ては無理です。私の両親は遠方ですし、私も仕事をしていて。突然そんなこと言われたって。義母は私のことを思ってか、歯切れの悪い回答を仕掛けていたが。あいつに聞いたんです。そしたら、赤ちゃんなんて本当は欲しくなかった。自慢したかっただけ、だって。本当に赤ちゃんを放置して遊び歩くなんて、離婚も考えているんです。化けの皮が剥がれた義妹は、旦那にも愛想をつかれてしまったようだ。私が育てる。私は即答していた。赤ちゃんには何の罪もない。助けを求めるように、か細い声で泣く姿を見て、放っておけるわけがない。ぜひ、お願いします。義妹の旦那は顔を輝かせた。ただし、条件があります。この子を私たちの養子として迎えたいのです。旦那は一瞬思案顔をしたが、義妹との子育ては
困難を極めることが分かっているからだろう。わかりました。と、短く答えた。その後、義妹は離婚。浮気をしていたらしく、慰謝料を払えない義妹は、代わりに財産贈与なく、一文なしで放り出されたようだ。義母に電話が来たようだが、まず謝るように言った義母に、悪態をついて電話は切られたらしい。彼女は変わらない。就職もしたことがなく、あの若さで離婚歴まである。こうなったら、とことん苦労して、自分の過ちを認められるようになるのを待つしかないだろう。そして、我が家に赤ちゃんがやってきた。柔らかくて甘い匂いがする。この子に寂しい思いだけは絶対にさせない。望んだ形とは違うけど、私には溢れるほどの愛がある。病気も不妊も避けられないかもしれない。悲しい思いや苦しい思いを抱える人だって数えきれない。でも、人生は何が起こるかわからないから希望を持てるのだ。私と浩二、そして義母は新しい家族を中心にこれまでになく楽しい日々を送っている。願わくば、この子の未来が幸せに満ち溢れていますように。そのためにできるすべてのことをしてあげたいと思っている。